こんにちは、ミッキーです。今回はスペイン・トレド完全攻略14選としてご紹介します。スペインに1日しかないならトレドへと言われるほど見どころの多い魅力的な都市トレド。マドリードからも高速鉄道で片道約1時間程度、料金としても7ユーロ、つまり1100円程度で移動可能な街なので、スペイン周遊の際はマドリードと一緒に楽しむのがおすすめな街です。さて、その街の魅力は歴史的建造物、芸術作品、そして独特の雰囲気にあります。今回のスペイン周遊では最終日に訪れたんですけれども、それでもなお前評判通り確かな満足度の街だったので、ぜひ皆さんにも体験いただきたいです。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、まずはトレド駅のご紹介。名称通りトレド観光の玄関口として機能していて、駅自体が美しいためトレド観光への期待も高まります。アーチ型の窓、装飾された時計塔が光る建築で、内部には微細な装飾が施された天井、壁や窓枠、教会にも劣らないようなステンドグラスがある魅力的な建物です。建物自体も魅力的ですけれども、整備された綺麗なホームと駅の外観、周辺の景色が密定となることで、その美しさがより際立ちます。建造は1919年。建築様式にはイスラム教とキリスト教の建築様式が融合したムディハル様式を採用しているようです。ぜひその様々な文化の要素が組み合わさったような美しい景観も楽しんでください。さて、そんなトレド駅に到着後、街の中心地とも言えるようなアルカサラに向かう途中にある橋、アルカンタラ橋をご紹介していきます。駅から中心部に向かう途中にありますので、行きと帰りだけでも十分にそのスケールを体感できます。ローマ時代から現代までトレドの歴史と文化の変遷を反映する重要な建築物として存在し続けていますアルカンタラ橋。そんなアルカンタラ橋はスペインのトレド市にあるタホ川に架かる歴史的な橋で、ローマ時代の106年頃に完成しています。当時の皇帝トラヤヌス帝を称えるために建設された橋とのことです。名前の由来はアラビア語のアルカンタラと放水路を意味しています。全長194メートル、高さ71メートル、2000年の歴史を持つとは思えないほどしっかりした作りになっています。特徴的なのは橋を渡った町の入り口にあります凱旋門。こちらは1721年の改修によりバロック様式の今の形になったとのことです。よく見ると門にはハプスブルグ家の紋章である双頭の和紙があるようなので、よかったらそちらも探してみてください。ではなぜアルカンタラ橋が2000年も前に建設されたのか。その理由は大きく3つ考えられます。1つ目は交通の要所としての機能、軍事における補給路としてだけではなくて貿易や資源輸送に活用するためとも考えられています。2つ目はローマ帝国の意向を示すため、3つ目はローマの高度な土木技術を示すためと考えられています。そんなアルカンタラ橋を越えて中央に向かう途中にありますのがこちら、ソコドベール広場。スペインのトレド市にある観光の中心地として知られています活気があふれる広場です。トレド観光の起点及び中心地でカフェ、レストラン、お土産ショップが立ち並んでいます。日帰りの場合は見ることができないんですけれども、夜はライトアップされてその様子もとても幻想的なようなので、宿泊する余裕がありましたらぜひその景色も堪能してみてほしいです。さて、ここからはトレドの街並みをご紹介しつつ、トレドについてのご紹介。トレドはスペイン中部のカスティーリャ・ラ・マンチャ州に位置する歴史的な都市。その豊かな歴史と文化的重要性から1986年にユネスコ世界遺産にも登録されました。地理的にはタホ川に三方を囲まれた小高い丘の上に位置。
この地理的特徴によって町は自然の要塞となり、長い歴史を通じて重要な役割を果たしてきたとのことです。また文化的にも非常に重要な都市、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教の文化が共存した三文化の都市としても知られています。先ほどのトレド駅のみならず、後にご紹介しますトレド大聖堂においても、イスラム教とキリスト教の建築様式が融合したムデハル様式を採用している点からも垣間見ることができます。また12世紀から13世紀にかけて活躍したトレド翻訳学科によって古代ギリシャ・ローマの文献をアラビア語からラテン語に翻訳されたとのこと。このことからもトレドを起点にヨーロッパの知識が大きく発展したとも言えるような重要な街になっています。さて、ここで海外旅行保険についてご紹介します。海外旅行保険は個人的にエポスカードで付帯することをお勧めしています。おすすめのポイントは何といっても保険適用条件が簡単であるところ。パッケージツアーはもちろんのこと、航空券を購入したり、空港に向かうまでの電車、バス、タクシー代、いずれかの一つの支払いをエポスカードで行うだけで海外旅行保険が付帯されます。この手軽さがおすすめなので、まだお持ちでない方はぜひこの機会にカードに契約してみることをお勧めします。本動画の概要欄にも載せていきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに私が普段使っているのはビューカードと楽天カードなんですけども、まずはビューカードについて、こちらも結構お手軽になっています。と言いますのも、ビューカードでチャージしたスイカで空港まで移動することでも保険が適用されます。またツアー料金の支払いでも適用されます。ただ先ほどご紹介した航空券の購入は適用外なので、そちらはエポスカードの方が利点があるかなと思います。そしてもう一つ使っています楽天カードですけれども、こちらはツアー以外の支払いは適用されずに、例えばツアー申し込み忘れた場合に、エポスカードやビューカードに関しましては空港まで移動するだけで適用されるんですけれども、残念ながら楽天カードはツアー以外の支払いでは適用されませんので、そこがお勧めしていないポイントになっています。さて、トレド駅から歩いてたどり着きましたトレド中心部。この日も早朝の便で到着したこともあり、まずは腹ごしらえから。トレドにおいて朝ごはんの場所としてご紹介しますのがこちら、カフェテリアエルサレムです。ここではコーヒーとオープンサンドのセットでなんと 4.5 ユーロから7ユーロ程度、日本円で換算しても1000円せずにいただけるとてもコスパの良いお店です。一方で味も申し分なし。店内も広々としていまして、ソファー席もありますのでゆったりとくつろぐことができます。今回 Google マップからお店を探したんですけれども、あまりお店の情報が多くはなかったです。おそらくこちらの店舗自体はもともとあったお店を改装してニューオープンしているようだったので、同じく Google マップ等から探していただくのがいいかもしれません。さて、こちらこの日いただきましたモーニングのセットメニュー。まず上に映していますのはプロシュートを乗せたオープンサンドとカフェのセット。下に映していますのはイベリコ豚を乗せたオープンサンドセット。このようなオープンサンドに関しましては、ハムの油を中和するようにコーヒーと組み合わせることができましたので、満足感たっぷりな組み合わせだと改めて感じることができました。続いてご紹介しますのはトレドトレインビジョン。トレインビジョンと言いますのは、トレドの街を一周する観光用の小型列車。トレドの街並みを一望するためには中心部から離れた位置から眺める必要があるんですけども、徒歩だとあまりに時間がかかりすぎてしまう展望台の位置になっていますので、トレインビジョンがおすすめ。列車自体の見た目も可愛らしく、ここだからこそ楽しめるような要素の一つなので、単純に乗るだけでも楽しむことができます。所要時間は1時間弱。途中で先ほどご紹介した一望できる展望台において5分から10分程度の写真タイムがありますので、その分を加味すると意外とあっという間です。乗車中はイヤホンを通じて日本語のガイドを聞くことも可能。そんなイヤホンも配布されますのでご安心ください。さて、ここからはトレドトレインビジョンの利用方法について。チケットの購入は先ほどご紹介しましたソゴドベール広場の一角にありますワゴンで時間指定の券を購入すること。1名9ユーロの乗車料金で約1500円程度になっています。チケットの購入はソゴドベール広場なんですけれども、乗車場所はこの後ご紹介するアルカサル前。なお比較的人気なアトラクションでもありますので、購入はお早めにすることをお勧めします。
運行時間は9時半から19時半まで、金曜日と土曜日のみ8時半まで運行しています。ちなみに席取りの際の重要ポイントは右側の席に座ること。ご覧のように右側にアルカンタラ橋だったりとかアルカサルの両方を見ることができるような景色が映りますので、ぜひ覚えておいてください。なお、このトレドトレインビジョンの乗車タイミングでおすすめなのは、トレドに到着してからなるべく早いタイミングと言いますのも、街全体を知ってからの方がよりその魅力を深掘ることができますので、詳しく楽しむことができるからです。ご覧のように展望台だけではなくてトレド全体の街並みをぐるりと回ることができますので、その街の様子、道の様子、そして少し離れた距離から見たトレドの様子を見られる抜群なアトラクションになっています。ぜひ皆さんも9ユーロの小型列車の旅をご体験ください。さて、今回の旅で私が強くお勧めしたいのは eSIM です。これから海外旅行を計画される方は、ぜひこちらの eSIM を活用いただければと思います。今回私が利用したのは、ワールド eSIM というサービスでございまして、サービスの使いやすさがとても良かったので、今後も利用することかなと思います。こちら、普段私は Android のスマホを使ってるんですけども、妻が使っている iPhone でも適用できましたので、Android ユーザーの方も iPhone ユーザーの方も安心して使えるかなと思います。さて、そんなワールド eSIM のおすすめポイントの一つは、手荷物が一つ減る点。Wi-Fi ルーターの場合は Wi-Fi ルーター自体、そして Wi-Fi ルーターの充電器も含めまして手荷物が一つ以上増えてしまうかと思います。また Wi-Fi ルーター自身にも充電が必要になってきますので、その充電をするという手間も結構負担かなと個人的には感じています。続いて eSIM のおすすめポイント2は、物理 SIM カードよりも手間が少ないという点。以前までは私も物理 SIM を使ってたんですけども、物理 SIM の場合にはもともと刺さっている SIM を保管する必要がありまして、何せサイズが小さいので、それがなくしてしまうリスクが結構心理的な負担でした。さらに SIM ピンを忘れてしまいますと、SIM カードを取り出せないというトラブルにもなってしまいますので、そこの気を使わないという点だけでも結構おすすめでした。そしておすすめポイントの3。こちらは現地でも即開通ができるという点です。物理 SIM の場合には事前に購入して届くまで時間がありますし、その物理 SIM を忘れてしまいますと通信ができないというリスクもあるんですが、この eSIM の場合には現地で Wi-Fi につないだ上で、先ほどのワールド eSIM のアプリを落としていただいて購入することですぐに使えますので、事前に物理 SIM を買う必要もありませんし、空港で Wi-Fi を借りる必要がないという点でもとてもおすすめです。ということで、個人的にはワールド eSIM をおすすめしているんですけども、価格の比較も今回行ってみました。今回は私、スペイン7日間の中で 10GB を使う想定でご紹介しています。普段私は 20GB を1ヶ月で使っていますので、むしろ14日間あっても 10GB ぐらいで収まるかなと思います。実際に今回、スペイン周遊の中では 5GB を少し上回るくらいで収まっていました。さて、まずご紹介しますのはワールド eSIM。こちらは2590円で 10GB、そして30日間使えるプランでございました。また、今回私は使わなかったんですけれども、二つ目のおすすめはアハモです。ただ、こちらに関しましては、携帯の契約自体を見直す必要がありますので、普段からアハモを使っている方、また新しく回線を日本で乗り換えたいという方は、アハモに事前に乗り換えていただくことで、海外旅行も追加料金なしで、月額の約3000円の中で 20GB に収まれば使うことができますので、これは結構いい選択肢になるかなと思います。今回おすすめはこちらのワールド eSIM もしくはアハモになっていますので、気になる方は概要欄からリンクを参考にしていただいて、事前に準備していただければと思います。そして参考程度に載せていますのが、まずはレンタル Wi-Fi で有名なグローバル Wi-Fi。グローバル Wi-Fi は1日 1.1GB で契約することができたようなんですけれども、なんと7日間使いますと 11,690円になります。値段的にも高いですし、先ほどの充電の問題とか荷物が増える問題があったりというところで、結構個人的にはお勧めできないかなと思います。そして、普段ドコモのキャリアを使っている方に関しましては、5280円のオプションをつけることで、7日間無制限で利用することもできます。ただ、これに関しましては、先ほどのアハモと違いまして、通常の携帯料金にプラスして5280円かかりますので、やはり結構高いかなと思います。なので、柔軟性が高く、かつ現地でも利用開始ができるワールド eSIM、ぜひこの機会にご利用ください。続いてご紹介しますのはアルカサル。ローマ時代からの長い歴史を持ち、スペインの様々な文化的、政治的変遷を反映している、
トレドにおいて重要な施設アルカサル。アルカサルという言葉自体はスペイン語で城や王宮を意味する言葉、アラビアのアルカサル、宮殿または砦に由来しています。この言葉はイスラム支配時代のイベリア半島で広く使われていまして、現在でもスペインの多くの歴史的建造物の名称に残っています。そのため検索する際にはトレドのアルカサルとしていただいた方が混乱せずに済みそうです。そんなトレドのアルカサル、特にスペイン内戦時には70日間の包囲網を耐え抜き、ナショナリスト抵抗の象徴となった建物です。トレドを訪れる際はこの歴史的建造物を訪れつつ、スペインの豊かな歴史と文化を体験することが理解を深める手助けになってくれます。歴史を軽く紐解きますと、3世紀のローマ時代に宮殿として建設されまして、16世紀カール5世の時代に大規模改修、その後現在の姿で残り続けます城塞です。建物の特徴としては、トレドの街を見下ろす丘の上に立地、お城でありつつ砦でもありますので、その立地も納得です。そのためトレドのシンボルとして知られておりまして、必見の施設。なお設計としてはルネサンス様式の宮殿を基本としています。そんな城塞も現在は軍事博物館として利用。スペインの軍事史に関します展示物を館内では楽しむことができます。さて、アルカサル見学の後は腹ごしらえ。今回はトレドにある人気のカフェ、カフェテリアソコドベールを訪問。手軽にランチができると定評があり、地元民からも高い人気を誇るようです。特に今回お勧めしたい理由は、経営者が日本人である点。日本人にとっては特に親しみやすく、ひとときを過ごすことができそうです。ランチメニューは10ユーロ以下の手軽な価格設定が魅力なワンプレート形式が基本。新鮮な食材を使いつつ出来たてで提供してくれます。そんなプレートメニューはなんと15種類。今回はフィレステーキに目玉焼きとサラダ、ポテトフライがついた一番盛り盛りなメニューを注文しました。ちなみにプレート以外にもサンドイッチやハンバーガーのメニューもあり、テイクアウトも可能なので様々な楽しみ方で融通が利きそうです。そして個人的に嬉しかったメニューがどら焼き。今回ヨーロッパ周遊13日目だったこともありまして、日本らしさを感じられてとても感動でした。お腹はわりかしいっぱいだったんですけれども、せっかくなので注文。どら焼きは種類も豊富でありつつ、値段も 2.0 ユーロ。こちらもぜひいただいてみてほしいような一品でした。せっかくなので日本人オーナーさんとの会話もこちらの店で楽しんでいただければと思います。続いてはトレドの旧ユダヤ人街にあります歴史ある陶器店、セラミカ・ハ・セラーノ。ここではトレド伝統の陶器を専門に製造販売していまして、お土産はもちろんご家庭用にも購入したいような美しい陶器がたくさん並んでいます。すべての製品が手作り、高品質の粘土を使用しているとのことです。日常使用に適した丈夫な陶器を売りにしていまして、品質が高く本物の手作りスペイン陶器として評価されているため、世界中から愛されているお店です。さて、そんな陶器店を見た後に訪れてほしいのがこちら、イル・カプチーノ。トレドの歴史的中心地にありますスペシャルティーコーヒーショップで、コーヒー好きには必見なお店になっています。2014年にトレドで初めてのスペシャルティーコーヒーショップとしてオープン。以前のバルセロナ編やマドリード編でもご紹介しましたが、スペイン全土でもコーヒーの品質やサステナブルを重視したコーヒー店は続々と誕生しているとのこと。ここトレドにおいては特に注目すべきコーヒー店です。トレドで最高のコーヒーと評価されていまして、トリップアドバイザーのトラベラーズチョイス2022も受賞。スタンド形式なのでテイクアウトが基本になりそうなんですけども、コーヒーをいただくならまずはこことお勧めできるような店舗になっていました。この日はアイスカフェラテでいただいています。
続いてはスペインを代表しますアーモンドを使ったお菓子マサパンで有名なお店サントトメ。1856年創業の歴史ある店舗で、店の多くの製造所で自家製のマサパンを製造しています。マサパンとはアーモンドを粒状にして砂糖と卵または水を混ぜて練ったお菓子のこと。表面に焼き色をつけるため卵の黄身を塗ってちょっとだけオーブンでベイク。最近は一年中買うことが可能なんですけども、スペインでは特にクリスマスシーズンの定番、年末年始にはスペイン人が必ず食べる習慣がある伝統的なお菓子になっています。もともとはアーモンドが豊富に手に入るイスラム文化圏の伝統的なお菓子だったとのこと。それがスペインにはイスラム軍の支配下に置かれていた時代に彼らの食文化の一つとして持ち込まれまして、この国でも定着したようです。この日はベーシックなマサパン左側の商品に加えまして、生地の周りに松の実を乗せて焼いたタイプのマサパンも購入しています。続いてはサントトメ教会。こちらはエルグレコの代表作オルガス博の埋葬を所蔵している場所。もう一つはエルグレコ美術館。16世紀の画家エルグレコの作品を展示しています。いずれも外観を眺めるのみだったんですけども、時間がある方は実際に中に入ってみてください。そして最後にご紹介しますのはトレド大聖堂。スペインのトレド市に位置します壮大なゴシック様式の建造物。スペインカトリック教会の中心的な存在でもありますトレド大聖堂です。まず映していますのはトレド大聖堂の大きな魅力の一つであります聖歌台石。こちらは15世紀の石造建築。グラナダ征服などの歴史的場面を描写した聖歌台石でございまして、マリア像を囲うように配置されました美しさあふれる空間です。続いて2つ目の魅力をご紹介。こちらに映していますのはインパクトの大きい中央礼拝堂。黄金の主祭壇にイエス・キリストの生涯20場面を描写しており、その圧巻な豪華さに目を奪われること間違いなしです。ちなみにこちらトレド大聖堂の現在の建物は1226年に建設が始まって1493年に完成したもの。実は創建は6世紀の西ゴート王国時代、イスラム教支配時代に中心的なモスクとして使用された後、レコンキスタによってキリスト教会へと再整備、その後現在の建物へと生まれ変わりました。そして3つ目の見どころがこちら、トランスパレンテと呼ばれますバロック様式の彫刻装飾。イタリア語で透明なという意味を持っていまして、光を取り入れる最大限の工夫がされた透かし細工がインパクト大です。これまでにご紹介した3つの魅力はもちろんのこと、トレド大聖堂には至る所に魅力が溢れています。建築的な特徴としましてはゴシック様式がベースではあるものの、冒頭でご紹介したトレド駅のように胸張る様式が見られるのも個性的。改めて胸張る様式とは、スペインとポルトガルで発展した建築様式で、イスラム建築とキリスト建築が融合した作りが特徴的です。建築材料としては主にレンガを使用しつつ文化が融合する、その様子もお楽しみください。バロック建築の特徴であります光と影の演出を極限まで追求した建築要素、まさに圧巻な芸術性です。以上、今回はスペイントレド完全攻略14選としてご紹介しました。今回は日帰りで訪れていますけれども、日帰りでも十分に魅力を堪能することができました。特に主要な見どころスポットに関しましては、今回のご紹介で全て網羅していますので、ぜひ Google マップも参考にしつつ、その訪れ方もご自身でアレンジしてみてほしいです。個人的には朝一で訪れていただいて、トレド駅やアルカンタラ橋が空いているタイミングで写真に収めていただきつつ、カフェテリアエルサレムで朝食前にトレインビジョンのチケットを発券いただいて、朝食後にトレインビジョンに乗車、そしてトレドの魅力に触れていただきつつ、その後アルカサルで文化を学び、ランチにはカフェゾコドーバーを訪問。その後は時間が許す限り陶器店を訪れたり、スペシャリティコーヒーに触れたり、サントトミを味わったり、様々な楽しみ方をしてみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。